はい、今回はですね、キャンピングカーの中にトイレを置きたいと考えている方におすすめな車5選、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、今ですね、キャンピングカーをご購入されているお客様の中で、実はトイレをですね、置きたいって方が今非常に増えてるんですよ。なので、今回はね、この晩婚タイプのね、カテゴリーに限りまして、私が今まで YouTube でご紹介してきた晩婚タイプのキャンピングカーで、トイレを置くのにおすすめなね、車両をね、5台ピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい、そしてね、動画の後半でですね、今なぜこのね、トイレを置きたいという方が増えているか、私なりのですね、解釈をですね、お話ししますので、動画の方もぜひ最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。続いて車内をご紹介します。このカントリークラブに関しては和モダンをイメージしておりますので、室内の家具色は濃い茶色の木目、シートカラーは高級感漂う濃いめの色調ですので、車内は重厚感と落ち着きのある雰囲気にまとめられているかと思います。色味はある意味では汚れが目立ちませんので、長年使っても劣化を感じさせないかと思います。はい、そしてこのカントリークラブのね、一番の特徴はこの後ろにですね、仕切られたマルチルームね、防水ルームがあるんですよ。これね、専用のね、このドアがついてますので、これもしっかりしてますよね。これを開けると、はい、こちらのですね、防水ルームにアクセスすることができます。はい、入ってみると、こちら側にですね、はい、このような感じになっておりまして、もう一つですね、実はギャレーがあるんですよ。で、この反対側。はい、こっち側に行くとですね、実はこれだけのね、スペースがあります。これね、先ほど測ったんですけど、結構ね、スペースはあるんですよね。なので、オプションで、ここにポータブルトイレだとか、ラップポンだとか、トイレ設備をね、これ置くことがね、できるんですよ。そうするとですね、これもう一応防水のね、お部屋になってますので、ここがですね、オプションでお湯をね、沸かすボイラー設備を使えば、もちろんですね、ここがシャワールームにもなりますし、オプションでトイレを置けば、ここがね、トイレルームにもなるんですよね。これ非常にいいですよね。でもこの荷物もね、積むこともできますし、このね、シート下からね、こうアクセスできますので、長物もね、収納することができるし、キャンプ道具だとか、釣り道具だとか、あとスキー、スノーボードウェアだとかね、そういうのも入れることがね、積むことができるので、これ非常にこの防水のマルチルームって非常に使えますよね。で、何より、ここにトイレをね、置けますので、これがですね、このカントリークラブのですね、一番のポイントなんじゃないかなと思います。実際にこの後部の防水ルームに入ってみることにしました。向かって右側のスペースはこのようにトイレを置いても私でも利用できるぐらいの広さがあります。シャワーカーテンもありますので、オプションで温水設備をつけてもここでシャワーを浴びることができます。そしてこの防水マルチルームの寸法を測ってみたいと思います。まずは奥行き計測なんですけども、このギリギリのところまで測ってみると約67センチありました。そして横幅に関しては1360ミリあります。このアクセスドアを開けますと、先ほどご紹介した横向きシートの収納スペースとなります。それでは室内をご紹介してまいります。シートや家具色はブラウン系にまとめられておりまして、派手さはないんですけども、かなりですね、明るく、そして落ち着いた雰囲気があるかと思います。シートの色味も汚れが目立ちませんので、長年使われてもですね、古さ感は出てこないんじゃないかなと思います。
はい、それではですね、車両最後部のこのね、仕切られたフリールームをご紹介していきたいと思います。これね、専用のこういうね、ドアがついてありますけども、しっかり閉まりますよね、これね。ピシッと閉まりますし、このね、ドアを開けるとですね、はい、FRP で作られたこの防水ルームがね、あるんですよ。はい、こちらに入ってみますと、実際にこの後部シャワールームに入ってみました。私がね、このように入ると高さが160センチぐらいしかありませんので、少し窮屈感はあるんですけども、十分なね、広さかと思います。少し身をかがめながらになりますけども、洗面をしたりだとか、シャワーを浴びることも可能です。シャワーを浴びる際はこのようにカーテンもね、引くことができます。そしてトイレを置いたらこのようにですね、座ることもできますので、広さとしては十分かと思います。そしてこの後ろのマルチルームにですね、今もうちらっと見えてるんです。これがね、標準装備のカセット式トイレになります。前回の動画ではここにね、トイレが何もない状態で、ラップポンというですね、自動式ラップトイレを置いてはいかがですかっていうモデルだったんですけども、今回はですね、標準装備のカセットトイレ仕様になってますので、ご紹介していきたいと思います。こちらにですね、ドメティック製のカセットトイレがあります。窓がありますので換気もできるかと思います。そしてここにはですね、丸型のベンチレーター。これですね、一応排気ができますので、この中にこもった空気を排出することも可能です。結構ですね、スペースはあるので、私が座ってでもですね、十分用が足せるぐらいのスペースはありました。ちょっと高さはね、やっぱり、160センチぐらいしかないので、大体の大人の方、男性の大人の方はですね、ちょっと頭がつっかえてしまうかもしれないんですけども、座ってしまえばですね、非常にここの膝のね、前のスペースも結構ありますので、トイレとしてはね、非常に使いやすい部屋かなと思います。実際マルチルームにこのように入ってみました。天井はやはり少し低いですが、便器に座ってしまうと膝のスペースも結構ありますので、トイレとしては非常に使いやすいスペースになってるんじゃないかなと思います。車両後部バックドアを開けますと、向かって左側にカセットトイレが装備されております。このカセットトイレは水洗式ですので、こちらから水を入れると流すことができます。カセットはこちらのドアから引き出すことが可能です。実際に中身を捨てる時の手順をご紹介します。まずはカセット自体を取り出し、黒い排水バルブを開けます。そしてエア抜きのボタンを押しながらトイレもしくは下水に直結した汚物管に捨てます。捨て終わったらスライドシャッターを開けてカセット自体を洗浄します。そして洗浄が終わるとタンク内の溶剤を適量入れてまたシャッターを閉めます。タンクを洗浄し溶剤を入れたらまたタンクを戻せば次に使うことができます。GT はテーブルを囲んだダイネットスペース、そしてマルチルーム、最後部には2段ベッドのレイアウトの車両になります。この車両はご家族4人またはご夫婦のお二人でも使いやすいレイアウトになっております。 GT の特徴は何といってもこの後部の2段ベッド、マットを外せば大きな荷物も積めますし、大人の方が2人寝れるベッドスペースにもなってます。ハードシートの後ろにはですね、実はここにマルチルームがあります。で、標準装備では何もついてない、ただのね、この部屋になってるんですけども、実はこの車両はですね、はい、ラップポンがついております。はい、以前の動画でもラップポンをご紹介してるんですけども、このトイレはですね、自動ラップ式トイレとなっておりまして、自動でですね、したものをビニール袋にこう溶着してくれるので、密封するので、匂いも上がってきませんし、なんといってもですね、燃えるゴミに投げるごめんなさい、これ投げるってね、
北海道弁なんですけど、燃えるゴミに捨てることができるんですよ。なので、旅先の処理に困らないので、これはね、今結構画期的なね、トイレで、医療現場だとか災害時にもですね、結構注目されているトイレになります。で、この車両に関しては、このラップボンをですね、実は搭載した車になるんですよ。で、ちょっとですね、これ、GT のマルチルームって少し底が高くなってるんですよね。これどうしてもですね、タイヤハウスの上に部屋がありますので、ちょっとですね、気持ち高いポジションにトイレがあるんですけども、これはですね、非常にいいアイテムですので、キャンピングカーの中にですね、トイレを置こうかなと思っている方はですね、ぜひ、このラップポンをね、検討されてみてはいかがでしょうか。なので、このマルチルームはこういうラップポンだとか、ポータブルトイレを置くこともできますし、収納スペースとしてもね、使うことができるので、ここのね、マルチスペースは有効活用できるんじゃないかなと思います。エスコートの室内はオフホワイト、ネイビー、そして淡いグリーンの北欧調の室内にまとめられております。明るさの中にも落ち着きのある雰囲気が感じられます。はい、キッチンのすぐ後ろでですね、マルチルームがあります。はい。このようになっておりまして、オプションでポータブルトイレとかをですね、置くと、ここがですね、トイレルームとしてもね、使えるかもしれません。ちょっとですね、奥行きがそんなにね、設けることができないので、トイレを使うときはですね、ちょっとこうドア開けながらするような感じになるかと思うんですけども、ちょっとですね、この中に今入ってみたいと思います。それではマルチルームに入ってみたいと思います。高さこそやはり160センチほどしかないので、入り込むときは狭さを感じましたが、このように座ってみると案外膝がぶつからないので、トイレルームとしても十分使用することが可能かと思います。はい、今回のですね、バンコンタイプのキャンピングカーの中にトイレが欲しい方におすすめな車両5選いかがだったでしょうか。これね、今回は愛知県のレクビーさんとホワイトハウスさんと、あと岐阜のですね、トイファクトリーさん、サンビルダーさんのですね、車両をご紹介しました。特にですね、この中でもレクビーさんに関してはバンコンタイプのね、レパートリーがたくさんあって、その中でもね、こうフリールーム付きのバンコンタイプって結構いろんな種類があるんですよ。ですので、トイレをね、フリールームちゃんと仕切られたトイレルームとして使えるキャンピングカーをね探されている方はぜひね、レクビーさんはね結構いろんな種類がありますから、動画のですね概要欄の方にホームページのリンクも貼っておきますから、そちらもねチェックもねしていただければなと思います。はい、そしてね、動画のね冒頭の方でなぜ今ですねこのキャンピングカーの中にトイレを置きたいっていう方が増えているかって、私なりのですね解釈をねお伝えしますという話をしたんですけども、まず一つはですね、ゴールデンウィークやお盆など皆さんがね結構長期をねお休みを取っている時の、要は忙しい繁忙時期にですねこのトイレがあると非常に活躍するんじゃないかなと思います。皆さんもですねご経験あるかと思うんですけど、ゴールデンウィークとかねお盆に、観光地とか行ったりするじゃないですか。そうするとトイレにですねこう長蛇のね列が出てきているっていうことがねあったかと思うんですけど、あとですね、渋滞の時高速道路上で例えばもう何キロですっていう渋滞に巻き込まれちゃって、いやちょっとトイレ行きたいなとか、例えばお腹の調子悪くなったよっていう時に渋滞にはまってしまうと、これねかなりですね焦ると思うんですよ。でもそうなった時も、もしキャンピングカーの中にですねトイレがあれば九死に一生を得れると思うんですよ。もしお腹痛くしたとしてもね。あとはですね、そのゴールデンウィークやお盆のね長蛇の列のトイレがねできてる時も、自分のキャンピングカーの中でトイレをねすることができればですね、非常にですね快適に使えるんじゃないかなと思います。そしてね、2つ目はですね、お子様だとか、小さいお子様だとか、あとね高齢者の方がねいるね家庭にはこのねトイレがあるとね非常にいいかと思います。もうねうちの子供もだいぶ大きくなったんですけど、小さい頃はですね30分前にトイレ行ったばっかりなのにまたトイレって始まって、コンビニも何も道の駅も何もないぞっていう時に結構トイレって始まったりするんですよ。でそれはですね高齢者の方もですね、やっぱりお年を召されると、トイレのね間隔がこう短くなってしまって、なかなかですね観光地に行ったりするのが億劫だ、またトイレっていう風になるのもちょっとね心配で嫌だからなか
かなかねこう出不精になってしまうっていうこともあったりするんですけど、そういう時もねやっぱりキャンピングカーの中にトイレがあれば、お子様はねトイレって騒いでもちょっと路肩の方にねしかるべき場所に止めてトイレをさせてあげたりってことができますので、これはね非常にねお子様だとか高齢者のね方と一緒に旅されてる方にとってみてもこのねトイレがあるとね非常に便利かと思います。そして3つ目はですね、これ悪天候時にですねこのトイレがあると非常にいいかと思います。例えば、キャンプ場もそうですし、オートキャンプ場もねそうなんですけど、あと、車中泊ができる道の駅だとかにね泊まってる時にトイレ行こうかなと思った時にものすごく雨が降ってるだとか雪がバンバン降ってるだとかっていう時に、いやこの中ちょっと傘さしてねトイレ行こうかなって思う時ってなかなかたじろぐと思うんですよ。あとね女性の方ね、例えば寝る前にもう寝やすい格好に着替えてもうメイクも落としちゃって、さあ寝ようかなと思った時にトイレ行きたいかなと思った時にものすごくねちょっと歩けばトイレがあるかもしれないんですけど、そのものすごくね天候悪い時にまた着替えてちょっと身支度をして行くかとなった時って結構面倒くさいと思うんですよ。その時にキャンピングカーの中にトイレがあれば一回一回ね、身支度整えなくてもいいですし、寝るまんまの格好でねトイレも使うことができますので、このね3つ目はですね悪天候時にもこのトイレがあると役立つんじゃないかなと思います。そしてこれね4つ目になっちゃうかと思うんですけど、特にねうちの奥さんとかもそうなんですけど、女性の方でねキャンプ場に行きました。で結構ね今の最近のキャンプ場だとか道の駅だとか、高規格のところをですね非常に綺麗なトイレがあったりするわけなんですけど、やっぱり自然を大事にするようなねキャンプ場だとかってなるとトイレはなかなかこうパンチの効いたトイレのところもあるわけなんですよ。でその時ってね結構ねうちの奥さんもそうなんですけどそういうトイレ使いたくないっていう話になるんですよ。もう虫が嫌いで、うちの奥さんねで虫が嫌いで、もう虫がたくさんいるようなトイレも嫌だし、そういうね開放感のある大自然なトイレも嫌だっていうことがありますので、そういう方はですねキャンピングカーの中にトイレがあれば、自分たちのトイレですから何気兼ねなくね使うことができますので、そういったですねトイレを使いたくないって方にとってみてもキャンピングカーの中でですねトイレがあると非常にね便利かと思います。はい、以上のねこの3つがですね私なりのね見解になるんですけども、今ねキャンピングカーの中でもトイレを欲しいっていう方のね理由がねあるんじゃないかなと思います。はい、今回はですねバンコンタイプのキャンピングカーにトイレを置きたい方におすすめな車両5選、こちらをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。